こんにちは、アトリエネトラポートです。こちらのチャンネルは130以上のアイテムの詳しい作り方動画をわかりやすく解説している動画となります。メンバーシップ A クラスに加入していただくと、こちらの動画をすべて見放題となります。月々990円、ぜひ一緒にレザークラフトを始めてみましょう。今回はボンドの付け方になります。特にこういったポケットなど銀面にパーツを貼る場合、このまま貼ってしまうとツルツルしているので、作業している間にボンドが剥がれてしまうことがあります。締め打ちで穴を開けた後、引っこ抜く時などに一緒に皮が剥がれてしまうと、その後作業がやりづらくなってしまうと思います。そこでボンドを貼る前に荒らしという工程を加えて剥がれにくくしていきます。まず上に重なるパーツ、下に重なるパーツと2枚あると思います。こちらが底になりまして、底合わせでどこまでね削るか、荒らしというのはヤスリで皮を削っていきますので、見えてしまうと汚いところ見えてしまいます。やすったらもう根元に戻らなくなりますので、慎重にどこまで削るのかを印をつけていきます。パーツを重ねて底合わせにしてサイドにずらします。ここまでね貼るんですが、少し下の、見えないところまで印を書きます。さらに反対側にもこのようにずらして、高さの少し下がったところ印を書きます。ここからここまで、今回はこの字型に荒らしをかけていきます。今回使うのはこちらドレッサーというね道具になります。この字型にかけますが、ボンドを貼るところだけ、ボンドを貼るのはねこの字型のところだけです。中の方は貼りませんので削りません。このまま削ってしまうと幅広くね削れてしまって、ポケット開けた時に中から覗いてしまうので、削る幅は 2mm、3mm 弱ぐらいになります。指をあてがってはみ出ないように少しずつ削っていきます。向きを変えてこの字型に削ります。はい、ここはねはみ出ないように気をつけて削ってください。この上からボンドを貼ることで剥がれにくくなります。今回使うボンドはこちらのねレザークラフト用の白ボンドになります。それでは今度は上に乗せるパーツの方がサイズが小さいので、こちらの裏側にボンドを塗ります。ボンドはこのヘラに細くつけて乗せていくような形で塗っていきます。これも 2mm ぐらいにしてください。で、手早く塗っていかないとボンドが最初の方のが乾いてしまいます。このぐらい塗っていきます。一番合うところから合わせながら、なるべく合うところでボンドを貼り付けます。で、小さいパーツでなく大きいパーツに貼ってしまうとね、どこまでボンド塗っていいのか、はみ出してしまわないか、そういった心配がありますので、小さいパーツの方にボンドを貼ります。で、ボンドを貼ったら指でギューッと押さえて、余分なボンドをこの隙間から出してください。余分なボンドを出したことで、後でコバが綺麗に仕上がります。そしたらこのボンドを乗せたところにクリップを置いていきます。ボンドを塗ったところのすぐ上です。一番奥までグッと入れてしまうと、ここをくっつきません。隙間がね、空いております。隙間なくクリップをこのようにくっつけて、接着面を圧着します。5分ほど接着ができました。あまり長く接着をし続けるとクリップの跡がここにね残ってしまうので注意が必要です。少し残ったクリップの跡はこの後この辺りに縫い線が入って糸がきますので目立たなくなります。今回かなりわざと、ずらして貼っています。ずれが発生すると思いますので、この後の処理までやっていきます。ボンドで貼った際、このようにね皮の上面と下面ちょっとずれることがあると思います。そんな時は包丁でカットしてやります。大幅にずれるときは貼り直しが必要となります。でこの後ここ縫っていくと思いますが、縫うときにこのずれを解消しておかないと、ね、3mm の線を引きますが
上には 3mm の線引けますが、裏返してこのように上の方が大きさが大きいと 3mm 引いたところがね、こちらから打ってこの辺りに出てきてしまうと裏側を縫い込むことができません。しっかり表からと裏からと、ちょっとね今回大げさですが、確認をして2枚の革のコバを揃えます。このように上からザクザクっとカットすることもできます。ある程度切り揃えることができたら、ドレッサーを使ってしっかり2枚のコバを合わせていきます。かなりしっかりドレッサーをかけます。今の段階ではこのようにねバリが出ますが、後で綺麗になりますので大丈夫です。これぐらいまでぴったり2枚のコバが合わさるようにドレッサーをかけてください。ね、このぐらいだと後でコバ磨きの時に綺麗にいきません。このぐらいまで揃っていると2枚を綺麗に縫い込んで綺麗な作品が出来上がります。今回はこちら水性ボンドの貼り方になります。ゴムのりなどはまた別の方法になります。ズレが見られないところもしっかりドレッサーをかけて目に見えない段差も解消してから、縫う工程に進んでいってください。ボンドが銀面につくともう取れなくなったりシミになってしまうので、そこだけ注意をしてください。いかがでしたでしょうか？基礎編でいろいろ学んで作品を作ってみてください。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。